Today, we, the International Olympic Committee, have published a policy on the protection of the female category. I understand that this is a very sensitive topic. As a former athlete, I passionately believe in the rights of all Olympians to take part in fair competition. The policy that we have announced is based on science, and it has been led by medical experts with the best interests of athletes at its heart. The scientific evidence is very clear. Male chromosomes give performance advantages in sports that rely on strength, power, or endurance. At the Olympic Games, even the smallest margins can be the difference between victory and defeat. So it's absolutely clear that it would not be fair for biological males to compete in the female category. In addition, in some sports, it would simply not be safe. Every athlete must be treated with dignity and respect, and athletes will only need to be screened once in their lifetime. There must be clear education around the process, with counseling available alongside expert medical advice. The IOC recognizes the importance of widespread participation in grassroots and recreational sports programs and the impact that sport has in society. However, the Olympic Games has a focus on elite sport, and in elite sport, we must ensure the fairness, safety, and integrity of all competitions within the Games. I know that there will be many questions, and the IOC will work with all of our stakeholders to address these over the coming months. Publication of the policy is just one step in the process. There will be much more information to come. 通勤通学習の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、IOC 国際オリンピック委員会からの話題になります。今回ですね、ついにこの IOC がトランスジェンダーとDSD ですね、成分化疾患の扱いをどのようにするのか、これを明確に発表いたしまして、事実上このトランスジェンダー女性選手が女子カテゴリーから排除されることになりました。まあこれによりですね、リベラル界隈もほんとね、発狂しておりまして、逆にね、トランプ政権はこれを称賛すると、こういった形になっているようです。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回皆さん、ついにこの時が来ましたね。このチャンネルでもずっと追ってきているトピックですが、ついにIOC が正式にその声明というのを発表しました。このトランスジェンダーと DSD ですね、成分化疾患の扱いを明確にするルールというのを制定したんですね。で、冒頭でもね、見ていただいたかもしれませんが、このね、女性の新会長、アフリカ出身の女性会長ということで大変話題になりましたが、カスティ・コベントリー、男性と女性の身体能力は違うんだと、このように明言いたしまして、もうオリンピックがね、トランスジェンダーウェルカムとやった東京オリンピックから実質4年半ですね、この方針を真逆に方向転換すると、こういった形になったわけですね。トランスジェンダー選手は女性カテゴリーの競技から BARD ということで、早速ですがこちらですね、 BARD とあります。こちらが本日のキーワードになります。 BARD。 ドアに木や金属の棒が横にかけられて開けられない状態になっていることを意味するということでね、こちらの BARD というのは禁止されているという意味になります。つまりこれね、棒のね、バーってあるでしょ。過去分詞形ですね。お酒を飲むところ、あれバーって言うでしょ。由来からもね、ずっと一貫しているんですが、そもそもね、バーというのは、この由来諸説ありますけどね、昔ね、お店の中にこう、ポンとね、樽を置いて、お客さんにお酒を提供していたんですね。なんですが、その樽とね、お客さんの間に仕切りがないもんですから、勝手に樽からお客さんがお酒をついでいってしまうわけですよ。なので、この樽をね、バーで囲って、こっからは入ってきちゃダメですよとやったんですね。で、その名残が今のカウンターと言われていたりもしますが、つまりこのバーというのは、こっからは入ってきちゃダメですよ。こういったニュアンスがあるんです。そうするとね、これもわかりやすいと思います。このバーというのは禁止する、除外するという意味で使われるんですね。で、同じく禁止するではね、もう皆さんご存知のバンというワードがありますが、これはね、ルールに基づいた禁止だと思ってください。例えば大会からバンすると言ったら、そのルールにより排除するというニュアンスですよね。で、一方こちらの BARD というのは締め出すというニュアンスが強いんですね。ですので、移民系の話題になるとね、よく出てきます。ですので、こちらの見出しでもね、これはバンで言い換えることができるんですが、そのルールによって禁止されましたというよりは、こう、締め出された、除外された。このようなニュアンスを伝えるために、ロイターはこのワードを使っているということになります。ということで、こちらは、トランスジェンダー選手は女性カテゴリーの競技から締め出された。国際オリンピック委員会 IOC は木曜日、女性カテゴリーの競技に参加できるのは
生物学的に女性であり、かつ一度限りの遺伝子スクリーニング検査によって性別が確認された選手のみになると発表した。この新ルールにより、トランスジェンダー選手は事実上、オリンピックの女性カテゴリー競技に出場できなくなる。これまでは各競技団体の承認を得れば出場が認められていた。ということで今回ですね、この IOC、明確にね、トランスジェンダーや性分化疾患、この扱いをどうするの？これをね、発表したんですね。それがね、実際こちらになるんですが、このようにね、結構長い10ページのね、書類になるんですが、ここでね、明確にルールというのを決めています。で、この中ではね、何を言っているかと言いますと、2028年のロサンゼルスオリンピック以降、女子カテゴリーの競技に出場資格を得たいという場合は、すべての選手が SRY 遺伝子検査を受けなければならないと。これ一度だけね、こういった決まりなんですね。で、SRY 遺伝子に関しては、以前ね、こちらの動画でもうまさに取り上げてますので、ぜひご覧になってください。性別を決めるですね、重要な遺伝子と言われているものなんですね。じゃあね、この SRY とは何なのか。これは、先ほどもありましたが、Y 染色体上にある性別を決定する遺伝子だと。で、これにつきましては、国立遺伝子学研究所の名誉教授、佐賀由美子さんが、これね、詳しく解説してくれております。非常にね、喋りが面白くって、ぜひご覧になっていただきたいですが。で、これが性を決めるという遺伝子であるという証拠実験としては、この SRY をメスの受精卵にぶち込んでやります。そうしますと、これマウスの実験ですけども、ここに示しましたように、通常の XX のメス、これ非常に近い部分にできているという特徴的なメスの、生殖器の構造があります。しかし XX に SRY を入れると、このようにオスの、生殖器の構造っていうのを取る。で、実際にこの中では精巣ができているということが分かっています。で、SRY 遺伝子の存在というのは生涯を通じてね、不変なので、これがその選手がね、男性として発達してきたという証拠になると、このように言ってるわけですね。で、ここでね、ちょうどこれも以前の動画になりますよ。SRY 遺伝子といえばこれでしょ、この人ですよ。パリ五輪の女子ボクシングの金メダリスト、イマネ・ケリフ選手ですね。この人はですね、以前のインタビューで SRY 遺伝子を持っているとインタビューで答えてしまったと言われてるんですよ。ただこのイマネ・ケリフ選手的にはそれはね、自然なことなんだという主張だったんですね。なんですが今回その IOC はここにしっかりと言及したという形になります。ただし今回ポイントなのはですね、この SRY 遺伝子、この検査にかかったからといって全員が女子カテゴリーに出場できないというわけではありません。それもね、こちらに詳しく書かれているんですが、まずね、女子カテゴリーに出場したいという場合は SRY 遺伝子の検査をします。ここに陽性となった場合、追加の検査が行われます。で、ここで見るのはね、アンドロゲン感受性というもののようなんですが、本当に簡単に言いますと、体の作りが男性ホルモンに反応するか否か、ここなんですね。ここでその感受性がありと判断されると、あなた男性ですね、女子カテゴリーには出場できませんと。ここでなしとなれば、例外的に女子カテゴリーへの出場が認められると。だから結局のところ遺伝子云々というよりは、やっぱり男性ホルモンなんですね。その後ね、いくら男性ホルモンというのを抑えたところで、優位性があるんだと。こういうことなんですよ。だから今回この部分もすごく大きくって、このトランスジェンダー選手擁護派というのは、これまでね、そんな優位性はないと言い続けてきたんですね。なんですが今回この IOC は、はっきりと優位性はあると明言したということなんです。で、ここでね、そうやって例外作るとね、また良くないんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、その成分化疾患の中でさらに男性ホルモンに反応しないというのは、またこういった疾患のようなんですね。つまり、成分化疾患の中にあるまた別の疾患だということで、非常にレアだそうです。つまり、基本的には遺伝子の検査に引っかかった時点で、女子カテゴリーからは除外されるということになるようです。ですのでね、これまでね、全く検査を受けずに逃げ回ってるとされていて、そして、いや、私は決して逃げてないよ。SRY は持ってるけど、それは自然な変異なんだ。もうすでにね、検査も提出してますよ。このようにね、強気な発言をしていたイマネ・ケリフ選手。ここまでの状況を見る限り、相当厳しい状況に追い込まれたと、見ていいでしょうね。ホワイトハウスはこの決定を歓迎した。この方針は、ドナルド・トランプ大統領が昨年、ホワイトハウス復帰後に証明した大統領令と一致しており、ホワイトハウスは今回の動きをトランプの成果だと主張している。ただし IOC の発表では大統領への言及はなかった。一方、実験団体はこれまで選手の参加資格を性別検査で判断することに反対しており、IOC が遺伝子検査の導入とトランス選手の出場禁止を進めていることを批判している。発表に先立ち、先週には数十の団体がこの動きをジェンダー平等の驚くべき後退であり、女子スポーツを30年後退させるものだと非難したということで、女子スポーツを30年後退させると、ちょっとどこがどう繋がってる論理なのかよくわかりませんが、現在ですね、
この人権団体がね、これを猛烈に非難しているという形になっています。で、先ほどね、ホワイトハウスありましたが、こちらね、キャロライン・リービット、ホワイトハウスの報道官ですね。このようにポストしています。あなたは性別を変えることはできない。女性スポーツを守るトランプ大統領の大統領令がこれを実現させたと。やめてください。これを求めて何年も戦ってきた人たちが大勢いるんです。トランプが多少後押ししたのは確かだけど、彼が実現させたというのは誇張です。こういう記事の書き方は本当に嫌いだ。バンされたなんていうのは嘘だ。彼らは今でも協議できる。ただし実際の性別のカテゴリーでだ。自分たちが主張する偽りの性別ではなくてな。ということで、これはね本当にそうで、今回ね、あくまでも女子カテゴリーから排除されたということで、トランスジェンダーも DSD も男性カテゴリーには出場できるんですよね。だからオリンピックから排除されたわけではないということです。やりたいんだったら男性カテゴリーに行ってくださいと。その下ね、常識が通用するって本当に嬉しいと。で、その下は反対派ですね。信じられない。この政権の愚かさには呆れる。世界では今も深刻な危機が続いているのに、彼らはトランスジェンダーのことばかり気にしているのか。戦争を止めることに集中すべきだ。それはそれ、これはこれだと思いますけどね。その下もね、この決定は平等と包括性の観点から交代だ。トランスジェンダー女性は尊重されるべきであり、差別なく競技に参加する機会が与えられるべきだ。で、こちらね、ニュースアカウントがこれを伝えているんですが、このリップはね、すごく面白くって、こちらね、JK ローリングの勝利と、こちらもね、JK ローリングが勝った。JK ローリングの勝利という形で、この JK ローリングというのはね、今ねケリフを男性だと言って、訴えるって脅されてましたよね。結局あれもね、どうなったかわかりませんが、最終的には JK の言う通りだったということを言ってるわけですね。で、その他にもね、よくありますのが、こちらですね。このパリ五輪のね、女子ボクシング。これはね、オリンピック史上最大の不正義であって、メダルを取り上げろと。これをね、言ってる人はすごい多いです。そしてこれを受けましてですね、リベラルのね、トランス用語界隈、激起こしているというような状況になっています。Trans women can't compete, right? Like this is what Republicans wanted, right? So you guys won. Congrats. Our country will never recover. The world may never recover from the second Donald Trump presidency. But at least you guys ruined a person's dream as well. Have a good day. Have the day you deserve. They're fear-mongering to you because at the end of the day, what it assumes and what it will always assume is that women will always be weaker than men. Biological women will always be weaker than biological men. Women, it doesn't matter how hard you train or how talented you are of an athlete, they will always consider you less than. It is about the assumption that women are always weaker than and always less than. This is fear-mongering to you. This is insulting. And really, it affects so few people that you can't see it as anything other than targeting a marginalized group. And I am very saddened by this decision, and I will continue to shout from the rooftops that we need to protect trans people. We just have to. I'm not trans, but I'm not going to target a marginalized group. Everybody needs to be protected. Everybody needs to have the rights to live their lives to the fullest and do what makes them happy. ちなみにね、こちらのアカウントなんですが、ここ見てください。ちょっとね、余談になってしまいますが、ピットですよ、シーズン2。これね、このね、アイスのシーンをね、喜んであげているんですね。いや、これね、ちょっとプクタ X でもね、投稿しましたが、現在ね、シーズン2というのが配信になっておりまして、シーズン1の頃から、このね、ザ・ピット、お目覚めになっていると言われているのは確かだったんですよ。プクタ的にはね、ギリギリのバランスを保って、ある程度の目配せをしながらも、面白いものになっていたと、プクタは思いましたが、シーズン1からね、言われていたことは言われていたんです。なんですが、シーズン2ね、結構もうね、ちょっとノイズになっちゃっていて、シーズン1から出ていた、そのメインのね、キャストがいるんですが、この2人がですね、レズビアンカップルになっていたり、まさにね、ここで切り抜かれているんですが、病院にね、アイスが乗り込んできて、吸ったもんだったり、この医療物というのはね、病院というのはある意味聖域ですから、このアイスというのをもう本当悪魔として描く。というのがクリシェになってるんですよ。よくあるんですね。結局のところピットもね、普通の医療ドラマになってしまったなというような感じがして、シーズン1好きだっただけにね、ちょっと残念でしたね。で、今回このアカウントを見た時にね、やっぱりしっかりここ反応してまして、やっぱりそういうことだったんだなと思いました。はい、ということで本日はですね、IOC がついに今回、女子カテゴリーへの参加へのルールというのを明確に決めまして、事実上トランスジェンダー女性と DSD の選手が排除されることになったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。冒頭でも言いましたが、東京オリンピックのローレル・ハバードから5年で IOC が U ターンしたということで、こちらですね、この人。東京オリンピックでね、
この時は大変話題になったんですが、ここからつまり東京パリ、この2大会でこの流れが完全に変わってしまったということですよね。で、今回ね IOC かなり踏み込んだ声明というのを出したんですが、特にこの2ページ目ですね、ここでねジェンダーについて言及しておりまして、生物学的性別というのは女性、男性、そのどちらでもないノンバイナリーといったジェンダーアイデンティティとは区別されますと、このように明言してるんですね。いやー、これね驚きましたが、もうはっきりと心と体は別ですよとしているんですね。だから東京五輪から始まったこの流れでしたが、なんとなくねこうのらりくらりとこれが続いてしまうよりは、パリ五輪の女子ボクシング、これでまずいとなったようなので、不幸中の幸いと言いますか、今根ケリフ選手がね金メダルを取ることによりルールが完全に変わるということになったんですね。だから本来であればね、こうなってしまった以上、検査に落ちた場合ね、その今根ケリフ選手からメダルを取り上げて女子選手にあげましょうということになればみんなも納得しやすいんでしょうが、ただこれはこれでね、当時は IOC がこれを認めていたから出ていたわけで、IOC の責任問題にもなっちゃいますからね。そういうわけにもいかないということなんでしょうね。なので事実上は、東京パリときまして、特にパリ大会ですね、ここを犠牲にして、大きなルール変更になったと、こういったことになったようです。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。